下請け風情が一丁前に俺と同じブランドのスーツとか着てんじゃねえよ。元請け企業の懇親会にて挨拶に出向いた俺に社長の息子が激高した。俺はすぐさま謝罪を口にしたが、彼の怒りは収まらず、気に入らないと怒鳴り続ける。ねばついた口調でこちらに絡んでくる姿は、次期社長というより、生きがってやんちゃをしているそこら辺のヤンキーのようだ。さらに、わなわなと肩を震わせたかと思った直後、彼の右腕が大きく動かされた。その指に握られているのはシャンパンの注がれたグラス。バシャンと思ったよりも派手な音がして、俺は頭からそのシャンパンを浴びせかけられた。はははは、いい君。これでお前もやっと身分相応になったな。下請けなんて俺はどうにでもできるんだよ。ああ、そうだ。下請け風情にスーツはもったいないな。来年からは作業着で来い。一瞬何が起きたのか把握できずフリーズする俺を尻目に、彼だけがその場で高笑いをしている。スーツのブランドがかぶったくらいでシャンパンを浴びせるなど、この男は一体どういう思考回路をしているのか。その傍若無人ぶりに今度は俺がわなわなと震え出した。その時、これは一体どういうことだ。驚きと怒りに満ちた声が俺たちにかけられ、社長の息子は凍りついた。俺の名前は桜木健二。さまざまな部品の製造工場を経営している。規模の大きな工場ではないが、品質の高さには定評をもらっていて、幸い安定した経営を続けている。俺は昔から機械の部品などに興味があり、現在も本業の傍ら、常に新しい部品の開発に余念がない。忙しい仕事の合間を縫っては、独学で研究に勤しんでいるため、行員からも、ケンジさんは部品オタクですよね、と呆れられているくらいだ。そんな時は、これも会社の発展のためだぞ、などと答えているが、でもまあ、実際小さな部品を前にしながら、ああでもないこうでもないと手元を動かしている時間が楽しくて仕方ないのは事実である。さて、そんな日々の中、俺のもとに大手電機メーカーから懇親会の招待状が届いたのだった。俺の工場では、ホスト側の電機メーカーの下請け仕事も受けている。年に一度開かれるその懇親会には、そういった下請け業者も一堂に会するため、毎年なかなか壮観な光景を見られるのだった。へえ、今年は社長の息子のお披露目会を兼ねているのか。招待状には次期社長として本格的に父につき始めたらしい息子の挨拶も予定されていると記載されていた。それなら今年は次期社長に顔つなぎをしたい取引先なども加わってさらに豪勢になるだろうなぁと推測しながら、俺は懇親会に出るために仕事の日程などの調整にかかったのだった。そうして迎えた懇親会当日。会場は名の通った一流ホテルの大広間で、豪奢なシャンデリアの下では多くの人々がそこかしこで歓談していた。あまりの人出に若干戸惑いながらキョロキョロと辺りを見渡していると、数メートル離れたところのスーツの集団に加わっていた一人が笑顔で手を振ってくる。その集団は俺と同じく主催元の電機メーカーの下請けをしている同業者たちだ。見知った顔を見つけて安堵しながら、俺も笑顔で彼らに近づいた。久しぶり。
みんな元気そうでよかった。お前も元気そうだな。それにそのスーツ、よく似合ってるよ。同業者の中でもおしゃれで通っている一人が、早速俺の着ていたスーツを褒めてくれる。ありがとう。これ今日のために新しくあつらえたんだよ。さすがに5年も同じスーツで懇親会に出るわけにもいかなくてさ。俺は照れ笑いをしながらそう答えた。前のスーツも着れることは着れるが、せっかくの機会だと思い、今回は有名ブランドのものを一揃え購入したのである。しばらくはそのまま業界の話や互いの近況に花を咲かせていたのだが、時間が経つに従って大広間の人だかりは減るどころか増える一方だ。にしてもすごい人数だよな。俺は思わず苦笑した。だよな。まああれだろう。社長の息子のお披露目会だからってのもあるんじゃないか。視線を巡らしながら同業者の一人がそう言って肩をすくめる。その話題に今度は別の同業者が声を潜めて乗っかった。なあ、社長の息子。確か名前は隼人だったか？その隼人氏の噂知ってるか？噂？なんだそれ。首をひねった俺に相手が答えた。なんでもその隼人氏、若い頃から派手に遊んでたらしいんだよ。当然親の金で。社長が年いってからの息子だってんで甘やかされたらしくてな。みそじ超えても定職につかず親のすねかじってたって。まあ一人息子だし可愛いのはわかるけどな。で、見かねた社長に説得されて、この度ようやくそのドラ息子もしぶしぶながら社長修行を始めたらしい。情報通の同業者がさらにそう付け加えてくる。甘やかされたすねかじり息子が次期社長か。俺はにわかに不安を覚えた。なあ、その息子大丈夫なのか？いや、心を入れ替えて真面目に修行してるんだったら大きなお世話なんだが。俺の言葉にその場にいた同業者は一様になんとも心もとない顔をする。思うことはみんな一緒らしい。と、その時、おい、あれ、噂の息子だぜ。同業者のうちの一人がそう言って入り口付近に目をやった。その視線の先には数人のスーツ姿の男性がいた。地味な暗色のスーツを着た男性数人の中心で偉そうに何事かを指図している年若の男の姿が見える。その男がまとうのは明るいグレーのスーツで、それ単体ではとても上品な作りなのだろうが、残念ながら合わせられたネクタイや時計等の主張がそれぞれ強いため、全体的に見るとなんともちぐはぐな仕上がりになっていた。きっとあの男性が社長の息子である隼人氏なのだろう。その周りにいるのは役職の社員たちであろうか。隼人氏はずっと不機嫌そうな顔で、そして親子ほども年の離れた彼らをまるで自身の荷物持ちであるかのような態度でこき使っているのがこの距離からでも分かった。やがて取り巻きの一人が機嫌を取るようにして隼人氏にグラス入りのシャンパンを渡す。それを存在に受け取った隼人氏はその場で一息にそれを煽ると、濡れた口元をせっかくのスーツの袖で拭うようにして、さらにおかわりのシャンパンを取り巻きに取りに行かせた。うわ、偉そう。何様だよ。
まあ次期社長様なんだろう。てか、いいとこの坊ちゃんな割には仕草が雑だな。声を潜めながら同業者たちがこそこそとそんなことを口にする。声に出して言わないまでも俺も似たような感想を抱いた。やがて手渡された新しいグラスを手に持ち、そのまま隼人とその取り巻きたちはこちらへと歩いてくる。そして俺たちとすれ違う瞬間、隼人はいかにも不満たらたらといった様子でこうこぼした。つーか、なんで俺がこんなかったるいことしなくちゃいけねえの？せっかく女の子たちと飲みに行く約束してたのに。子供のわがままのようなそれを周りの社員たちが必死に取りなしている。そう言わないでください、隼人さん。こういった挨拶の場も次期社長には必要なことで。なんでよ。俺未来の社長よ。ってことは、ここにいる誰よりも偉いってことだろう。それがなんでこっちから挨拶しなきゃいけねえんだよ。ああ、もうマジでかったり。ご機嫌取りも隼人には通じなかったらしい。これ見よがしに舌打ちを落としながら通り過ぎていくその一団を俺たちはあっけに取られて見送っていた。なんかすごいな。次期社長のあまりの傍若無人ぶりに同業者たちも思わず言葉をなくしている。なるほど、噂以上に問題ありの人物らしい。俺も内心ため息をついてしまった。だがこのまま隼人に挨拶をしないまま会場を後にするわけにもいかない。それを同業者らも分かっているので、誰からともなく行くかと口にして俺たちは隼人の後を追いかけたのだった。大広間の壁に近いところで隼人は取引先らしい数人から挨拶を受けていた。誰が誰だかろくに分かっていない様子の隼人の隣で秘書らしき男性が困ったように眉を寄せながら逐一彼に耳打ちをしている。そんな様子に呆れつつも束の間待っていると、ついに俺たちに番が回ってきた。じろっと隼人が俺たちを見やる。見るからに不機嫌かつ意地の悪そうなその視線にたじろぎつつ、同業者らの中では年かさの俺が代表して口を開いた。はじめまして。私たちはそれぞれ御社の下請けをしている会社の代表で。だが俺のそんな挨拶はぶしつけな隼人の一言に遮られてしまった。なあ、あんた、それどこのスーツ？え？唐突すぎる問いかけに俺は言葉に詰まる。これは俺に対する質問なのだろうか。相手の意図を測りかねて首をかしげると、こちらの反応の鈍さにじれたようにさらに隼人が言い募った。だからそれ、どこのスーツかって聞いてんの？あ、はい、そして俺がブランド名を答えると、隼人は途端に頬を歪めてこちらを睨んできた。やっぱり、つーかあんた、うちの会社の下請けだとか言ってたな。は、下請け風情が一丁前に俺と同じブランドのスーツとか着てんじゃねえよ。言い放たれた言葉に俺は目を見張る。まさか同じブランドだとは気づかなかったが、確かにこれは気まずい。特にこの隼人は自分が一番にならないと気が済まないタイプの人間なのだろう。俺の近くにいる同業者たちも困ったように顔を見合わせており、とにかくこれ以上ご機嫌を損ねて彼らにまで迷惑をかけるのも忍びなく、俺はすぐさま謝罪を口にした。
これは気づきませんで、大変失礼いたしました。ですが、あいにく、今日はこれ一着しか手元にいないもので、どうかご容赦いただければ幸いです。だが、あくまで静かにそう述べた俺の態度は、隼人の意に沿うものではなかったようだ。あからさまに蔑むような目で、彼が俺を一別する。何？それで謝ったつもり？つかさ、未来の社長の俺とスーツのブランドがかぶったって気づいたら、普通なら真っ先にジャケット脱ぐもんじゃねえの？ねばついた口調でこちらにそう絡んでくる隼人は、次期社長というより生きがってやんちゃをしているそこら辺のヤンキーのようにも見えた。まあ、あんたが着てるものの上位互換が俺の着てるモデルなんだけど、あんたのよりゼロが1個多いやつな。そうなんですね。得意げにそっぽを向いて子供じみたマウントを取ってくる相手にどう返していいかわからず、俺は曖昧な笑みを浮かべてしまう。そして隼人の取り巻きの社員たちはここぞとばかり彼を持ち上げにかかった。そうですよ。隼人さんはブランドを着こなしていらっしゃるから、元のスーツがさらに何倍も良くなって見えますしね。彼の着ているブランドと同じなんてとてもとても。いやー、さすが我が社の次期社長。優秀な上にセンスもいいなんて素晴らしいですな。冷や汗を浮かべながらそう口にする取り巻きたち。俺でさえ見えすいたお世辞だとわかるそれらに、だが隼人はまんざらでもなさそうにふんと鼻を鳴らす。だが、やはりそれだけでは彼の理不尽な怒りは収まらなかったらしい。隼人は改めて俺を一別すると、にやっと口の端を持ち上げた。じゃあ、そこのあんたが土下座して俺に謝れば許してやるよ。はい？浴びせられた一言に、俺はポカンと口を開ける。果たして、この人は何を言っているんだろうか。たかがスーツのブランドがかぶったくらいで、他人に土下座をしろなどと、どんな思考回路をたどったらそんな考えに至るんだろうか。あまりにも予想外のことを言われ、俺はとっさに反応ができずにいた。すると俺の代わりに横にいた同業者たちが隼人に反論する。さすがにそれはあんまりじゃないでしょうか。桜木も先ほどちゃんと謝ってることですし。そうですよ。それに先ほど下請け風情とかおっしゃいましたよね。そりゃあこの会社は大手だが、だからといってあなたにそこまでバカにされる言われはありませんよ。なあ。明らかに見下していた相手からの反論が思いのほかショックだったのか、隼人は一度愕然となり、それからわなわなと肩を震わせ始める。そしてその顔を真っ赤に染めて、彼は大声で怒鳴った。お前ら、未来の社長に向かってなんだその口の利き方は。俺の会社から仕事もらってる分際で。いいか、俺に歯向かう下請けなんてパパに言って潰してやるからな。直後、隼人がその右腕を大きく動かした。その指に握られているのはシャンパンの注がれたグラス。当然、隼人の動きに合わせて中身はグラスから弧を描いて飛び出す。そしてその真正面には俺がいた。バシャンと思ったよりも派手な音がして、俺は頭からそのシャンパンを浴びせかけられたのだった。一瞬何が起きたのか把握できずフリーズする周囲を尻目に、隼人だけがその場で高笑いをしている。
ああ、いい君。これでお前もやっと身分相応になったな。汚らしくてみすぼらしくて下請け風情のお前にはよーく似合ってるぞ。会場に響くその声に周囲が何事かとこちらを振り返っては目を丸くしている。けれどそんなざわつきなど耳にも入っていない様子で、隼人はざらついた小姉でなおも怒鳴り続けた。いいか、お前ら下請けなんて俺はどうにでもできるんだよ。ああ、そうだ。下請け風情のお前らなんかにスーツはもったいないな。よし、来年からは作業着で来い。そして隼人が再度そう怒鳴ったその時、これは一体どういうことだ。あっけに取られたような小姉が俺たちにかけられた。視線を向ければそれは隼人の父、つまりこの会社の社長である吉田氏だった。社長は頭からポタポタと雫を垂らす俺に慌てて駆け寄ると、秘書らしき女性にタオルを持ってくるよう言いつけ、自身のポケットからもハンカチを取り出しこちらへ差し出す。桜木さん、これは？顔を真っ赤にした自身の息子、そしてずぶ濡れの俺を順番に見つめてそう問うてくる社長に俺は苦笑を返した。ああ、どうやら私が息子さんのご機嫌を損ねたようで。ということは、これは隼人が？俺をこんな状態にしたのは息子かと狼狽した様子で確認してくる社長に俺は首を縦に振る。瞬間、社長の顔色がざーっと青ざめたのを俺は見たが、肝心の隼人はといえば自身の父親が姿を現したのをこれ幸いと早速声を張り上げた。パパ、こいつら下請けのくせに偉そうだし、なんか図に乗ってたみたいだから、俺が直々に立場を分からせてやったよ。こんな奴ら相手にしてパパも大変だね。こちらを指さすその顔はまさしく父親に褒めてもらいたい子供のそれだ。だが隼人の主張を聞いた社長は青ざめていた顔をさらに蒼白にすると、間髪を入れずに息子を怒鳴りつける。お前、自分がしでかしたことを分かっているのか。桜木さんをこんな目に遭わせるだなんて、本当になんてことを。そのあまりの迫力に先ほどまでざわめいていた周囲の空気が今度は完全に固まってしまった。しかしその中心で隼人だけはポカンと口を開けていた。その様子に俺は心底呆れてしまう。本当にこの息子は自分のしたことが分かっていないらしい。そしていまいちピンときていない息子にイラつく社長が再度口を開こうとしたその時、大広間の上座に設置されていたスピーチ用の壇上から場違いに華やかな司会進行の声が響く。どうやら会場が大きすぎてこちらの騒ぎは上座には届いていないみたいだ。進行を務める女性は予定通り朗々とした声で次の催しを告げる。この会社の業績発展に寄与した下請け企業の発表、並びに感謝状の贈呈が始まるようだ。そして司会の女性は俺の名前を呼んだのだった。桜木さん、桜木健二さん、いらっしゃいますか？すぐに姿を現さなかった俺を司会の女性が戸惑ったように呼んでいる。俺は借りたタオルであらかたの雫を拭き取ると、いまだ顔色の悪い社長を小声で促した。ひとまず壇上へ行きましょう。やがて社長が気まずそうにしながらも壇上へ上がり、
後についていった俺もまたそれに倣う。かろうじて雫は垂れていないとはいえ、俺がなぜかびしょ濡れなのは誰の目から見ても明らかで、そのため壇上に近いところにいる参加者たちは一様に困惑したようにしてこちらを見上げていた。それでは取締役社長の吉田より桜木氏へ感謝状を授与いたします。ぎくしゃくとした仕草で社長が俺に感謝状を渡してくる。その指先はわずかに震えていた。俺はそれに気づかなかったふりをして感謝状を受け取る。そのままスピーチを促された社長は顔色が悪いながらもゆっくりと話し始めた。まずはここにいる桜木さんおよび常日頃我が社を支えてくださっている下請け企業の皆さんに最大級の感謝を申し上げます。特に我が社は桜木さんのお力がなければ未来がありません。いつもはこんな言い方をせず当たり障りのないスピーチをすることが多い社長が珍しく必死でそう言い切ったことに参加者たちが目を丸くしているのがわかる。だがそんな参加者たちの様子には目もくれず、社長はひたすら自身の息子のいる方角を睨んでいた。そして少し離れたところにもその圧迫感のある睨みは伝わったのだろう。俺の目にも壁際の隼人が今更ながら慌て始める様子が見て取れた。彼はまた何事かを自身の取り巻きに当たり散らしているようだ。すべて自分のせいであるのに必死に責任逃れをするその姿はもはや滑稽にすら見える。一方、壇上では社長のスピーチが終わり、司会の女性が俺の開発した部品について参加者たちに説明していた。桜木氏は電気自動車の性能を向上させる部品を開発され、そうなのだ。俺は新しく開発したその部品をこの電気メーカーに納品している。また、その部品を使用することにより、この会社は業界トップに躍り出るだろうと期待されているのだった。そして今日、その功績が認められての感謝状贈呈式があるということを事前に聞いていた俺は、それならということで気合を入れてスーツも新調したのであるが、自身のジャケットをちらっと見やれば、さすがにシャンパンが多くかかった場所はシミも目立っている。クリーニングで落ちればいいなと俺がのんきに思っていると、司会の女性が再び俺の名を呼んだ。それではこちらの桜木氏に今一度大きな拍手を。そしてその声に促されるようにして俺は会場中からの盛大な拍手を受けたのだった。さて結局その後に予定されていた隼人氏の挨拶はカットされることとなり、懇親会はせくようにしてお開きとなった。しかし俺はあれから多くの人々に囲まれ延々と挨拶を受けていたため、未だシャンパンをかぶったままの格好だ。濡れた箇所は乾き始めていたが、ベタベタする感触に耐えきれず、ひとまずジャケットを脱ごうとしていた俺のもとに、向こうから慌てた様子で人が駆け寄ってくる。社長と、それから父親に引っ張られるようにして連れてこられた隼人氏だ。この度は本当に息子が申し訳ないことをしました。そう言って社長は深く頭を下げると、孫ついている様子の息子を無理やりひざまずかせ頭を下げさせる。この通りです。こんなバカ息子ですが、どうぞ許してやってください。けれど、父親に頭をつかまれて土下座させられている息子はといえば、この後に及んで自身がやったことを反省していないようで、あれは別にちょっとしたお遊びで、などと
懲りずに言い訳を口にする始末。うるさい、黙って頭を下げろ。ちょっとパパ、痛いってば。もうなんで俺がここまでしなくちゃいけないんだよ。しまいには父と息子の2人で親子喧嘩が始まる中、俺のスマートフォンが着信を告げた。目の前の親子は俺そっちのけで言い争っているので、その隙に俺はその電話へと出る。ああ、先ほどもありがとうございました。はい。そうですね。それでその件なんですが、今後は御社に納品をさせていただこうかと。いえいえ、はい。では日を改めまして。そうして失礼しますと俺が電話を切ると、いつの間にか親子喧嘩をやめたらしい社長が目を向いてこちらを見ていた。桜木さん、それはまさかあの部品を来月からは他の企業に納品するって話じゃ。今の電話の話はまさしくそのまさかなのであるが、俺はもうわざわざ説明する義理もないだろうと社長に一礼して無言でその場を後にしたのだった。さて、それから3ヶ月が過ぎた。俺の工場との取引がストップした電機メーカーは業績が急激に悪化してしまった。それもこれも全ては隼人氏に起因しているとのことで、彼は会社を追われ、また父親からも勘当され、無一文で家を出されたらしい。また今回の件を受けて、あの場にいた下請けの同業者たちもそれなりの対応をした。そのまま取引を続行した者もいたが、大半は吉田社長の会社とは取引を終了し、新たな企業と契約し直したようである。そして俺は電話の通り、あの懇親会に参加していた別の会社と取引を始めたのだった。最初は吉田社長の会社からの妨害等もあるかと身構えていたのだが、俺に嫌がらせするほどの体力はもうあの会社には残っていなかったようで、今のところは実に気持ちよく取引ができている。そして取引先が変わっても俺の仕事は基本的に変わらない。そして忙しい合間を縫って新たな商品開発をしていることにも変わりなく、今は電機メーカーに卸していたあの部品にさらに改良を加えて小型化しているところである。やはり手元の部品をいじりながらあれこれと考えを巡らせているこの瞬間が何より楽しい。俺はこれからも部品オタクの名に恥じない仕事を精一杯頑張っていこうと思っている。